おはようございます。おはようございます。おはようございます。アノンが帰国して JPSN のコンテストの最中なんだけど、その間にちょっとインタビューをね取らせてもらおうと思って、なんで今回インタビューね取らせてもらおうかと思ったのは F1 っていうモデル、これについてアノンにちょっとね語ってもらおうかなと思って、すごくいいモデルなんだけど、まだ日本のユーザーの方たちがまだ乗ってないじゃないですか。このボードどんなボードなのかっていうのを、ね、教えてほしいんですね。でこのボードもうすでに2勝してます、ね、2勝してます。そうなんです。初めてこのボードに乗っていきなりダブル優勝、はい、しました。どこの大会とどこの大会か教えてください。インドネシアのマノクアリというところであったミシパパなんですけど、QS2000 とプロジュニアがあって、最後ワールドジュニアが1月にあるんですけど、それがいけるかいけないかっていう大事な重要なプロジュニアの最終戦だったので、ジュニアの選考のね。そうですね。そのジュニアは何名いけるのかな。2人ランキングから2人で CS ランキングから1人だったんですけど、で今1番取れたので QS2000 とプロジュニア優勝できて、このボードで。でね、はい、QS の2000をまずこのボードで優勝して、プロジュニアの方もこのボードで F1フォーミュラー1で優勝したっていうことですね。ワールドジュニアのコンテストっていうのはどこでやるの？同じフィリピンのラユニオンってところで、去年と同じなんですけど。じゃあそのラユニオンでやるってことで、で確かさアノンはその時も僕インタビュー取らせてもらったの覚えてるんだけど、23年の時にアンダー18でISA ジュニアそれで世界チャンピオン取ったんだよね。その時にね、10歳までがジュニアなんだよね、世そうです。界のね。そこの20歳今年最後だから、タイトルを取りに行きたいということですね。その通りです。そう、WSL のワールドジュニアなんですけど、 ISA は取ったので、次は WSL のジュニアを、はい、取りたいです。今回ねすごいマジックボードを手に入れたと思うんだけど、このボードについて僕が見てたところ、ドライバーとかね結構使っててくれてたと思うんだけど、より縦に上がってるっていうか、シャープポケットにいながらシャープにもっと鋭くサーフィンができてるような気がする。もう全然違う感じがして、いやもう本当その通りで、だよね。そうですね。もうすごいタイトなところに、狭いところに横じゃなくて縦に行けるのがこの新しいフォーミュラー1すごいなと思って、今回のこのマノクアリの試合でもスタブドライバーとフォーミュラー1と、まあちっちゃいって聞いてたのでカーボンとかを持ってってたんですけど、全部乗ったけどフォーミュラー1が一番良くて、 A フレームの波がちっちゃかったんですけど、まあポイントブレイクでパワーのある波ですごく良かったです。よかった。すごく良かったです。いいライディング世界中に配信されたもんね。ねファイナルでねいいサーフィンしたから、いろんなねみんなリール動画だったりねなんかね見たと思うんだけど、あれで一躍また名前を挙げましたね。本当ですか、ね、ありがとうございます。ね、その前はインターフェアでね、あれそうですねあれもあったからね。ブラジルでやってしまいました。人生初めてのイタリアだったんですけど。でも昨日もなんか危なかったなかった。そうですね。インターフェア、あれインターフェア取られちゃうのかなと思って俺ドキドキしてたんだけど、大丈夫だったね。なんとか取られなかったんですけど、ちょっと最近暑くなっちゃうとガーっていっちゃうから気をつけます。気をつけましょう。はい。だそうです。はいはい。で、まあね本題に戻ります。F1 のモデルボードのねディメンション、これサイズをちょっとね教えてください。はい。はい。これは56の 18.18、はい、2.25、2と4分の1ってことだね。リッターが 23.5 ですね。なんか今までは 18.25 の幅が、でこれが少し細めにして、リッターも24リッター前後だったんですけど、少し落としてシャープな板の形にして、ノーズロッカーがあるんですよね。ドライバーよりも。そうだよね。すごく新しい本当に最新のボードですよね。US オープンでヤゴがあれが勝った時の多分テープレットを使ってるっていう意味だよね、これね。なるほど。エピソード好きです。みんなドライバー4が出たって言ってたけど。そうね。フォーミュラー1ってロストのね、実は今年のツアーでヤゴドラが使ってトラスズの大会で優勝したやつなんだよね。あの時にまだロゴとか入ってなかったですもんね。ロゴとかも入ってなかったし、新しいモデルとしても発表されてなかったし、 WSL のアナウンサーの人たちはドライバー4に乗ってる、ドライバー4に乗ってる、ドライバーの新しいモデルに乗ってるって言ってたんだけど、それなんでだかっていうと、まだモデル名も発表されてなかったのと、ヤゴドラがトラスズのコンテストの最中ラウンドの途中に
マットがメイヒムが渡したのね。その渡してその日の夕方に大会終わってからサーフィンしてめちゃくちゃ調子いいっつってボードを全部それに変えたの、ヤゴが。じゃあもともとドライバーを使って途中まではドライバー使ってたの、で途中で変えてもうめっちゃ調子いいっつってこれを出してきたの。カノアとやったのかな、ファイナルはね。そうでした。その前のヒートぐらいから変えて板を。じゃあセミファイナルぐらいから変えた。セミファイナルぐらいから変えて、そうですごい調子いいっつってもうマジックだっつってもう1回乗っただけですし次の日試合で使うっつってでアロンと一緒だよねだからね。はい本当そうですね。もう最新のボードがそうまさしく本当みんなねそういう感じになるみたいでなんか違うって感じる。常に新しいのを見てる人にも見せたいしみんなと違うことって言ったらこのボードを変えたりとかもなってくると思うので、コンテストに出る人もそうだけど海に入ってて僕もよく見るんだけどサーフボードってやっぱ一番大切じゃん。大切です。だけどもっといいボードに乗った方がいいですよって言うとたくさんいるよね。浮力が足りてなかったり、本当そうもっとこういうボードに乗ったらもっといいサーフィンできたりもっとたくさん波に乗れたりっていう人はたくさんいるので。そうだよね。コンテストに関してもそうだけどコンペティターの人もいろんなブランドがたくさんあってその中でもやっぱり世界のトップのボードってやっぱり全然違います。全然違うじゃない。コンテストに勝ちたかったら本当に一流の板に乗らないとダメだよね。スピードが違うでしょ、特に F1 はみんな速いって言ってるけどもうライン取りからみんなよりも奥から行けるしライン取りがまず違うのとスピードが違うから本当他の選手と比べた時に圧倒的に差がある、ジャッジも点数つけやすい点数つけざるを得ないライディングができると思うので。そうだよね。はっきりこう速いぞっていうことも見せれるしっていうことだよね。いや本当に F1 は速いと思います。そうですね。本当にモデル名の名前の通りフォーミュラ1っていうね、名前もかっこいいそういうボードですね。はいあと今ねコンテストの途中なんだけど、昨日もねいいポイント出してね、フロントサイドで1回トップで大きいカーブして、セクションでこうね綺麗に 7.5 でした。 7.5、2ビッグターン。今日波ちょっとちっちゃくなっちゃってね、まあ頑張ってください。これ引き続きありがとうございます。今日は F1 使わないんでね。今日はそうです。波ちっちゃくなっちゃったから今日のレイ2土曜日の1ヒート目だったんですけど波がちっちゃくなってブラックシープに変えて、でも昨日はもうサイズが出てすごい波も良かったのでこのフォーミュラー1を使って 7.5 女子では最高得点昨日出せたのですごい良かったです。この F1 のボード使うにはどれぐらいのサイズとか質とか波のどんな感じで使うといいと思う？最近ずっと小さいとブラックシープとかライトスピードとか、EPS カーボンを使ってたんですけどここ日本に戻ってきて、モノクアリで優勝してからフォーミュラー1を小さい波で乗ってたら全然スピードが落ちないので今までブラックシープを使ってた波でもこのフォーミュラー1でやってます。今朝は本当にたるかったので波が掘れてる膝ももからもう頭以上の波までこれの板でいきますね。じゃあちょっと潮が上げててテイクオフ緩いところから走っていくような波だったらブラックシープの方がいいけど、そうですね、小さくても波が掘れ上がるロータイドだったりそういう時はポケットがあるところだったら全然このボードでいけちゃいます。もうポケットでパコンパコンパコンっていうね速いスピードとすごい楽しいですね、この板は。超楽しいです。だそうです。はい。まあそんな感じで、次のねじゃあコンテストねまたね頑張ってもらって、今回はね最後の大会ということで、2025年最後の大会で、この後年末からハワイの方に行って、1月の後半から2月でパイプでチャレンジャーシリーズがあるので、そうだパイプのね、来週パイプの板届くね。本当ですか？毎日パイプラインの映像を見てイメージトレーニングしてます。気をつけて頑張ってきてください。ありがとうございます。じゃあ今日は皆さんそんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。